皆さんこんにちは、キスケです。本日は各色ごとに最強のキャラをトップ5決めてやろうということで、色別最強キャラランキングトップ5やっていこうと思います。早速見ていこうかな。関突統一ランキングでいきます。で、個人的な、ランキングにはなるので、このキャラクターの方が上なんじゃないか、もうちょい下なんじゃないかっていう意見があればね、コメント欄に書いてっていただけると楽しい動画になるのかなと、思うので、ぜひともコメントをお願いします。それでは早速見ていきましょう。まずは、レッド属性から見ていきます。こちらです。はい。レッド属性。第1位が、親子ご飯。第2位が、阪神崩壊ザマス。第3位が、大猿ベジータ。第4位が、変身傍若。第5位が、全開覚醒のスーパーゴジータという形になっております。こんなもんじゃないかなって個人的には思うんですよね。で、今の環境ね、親子ご飯がマジで強いわ。どの環境もか。ずっと強いね。特に根血サイヤ人が、今めちゃくちゃやばいんで、赤と紫を携えて、どんどんこっちのキャラクターを崩壊させていくような、キャラクターなんで、しかもラスワン性能でね、一発逆転のチャンスがあるっていうことで、第1位は親子なんじゃないかなって思います。で、第2位の阪神崩壊ザマス。耐久はないんやけど、相手にしててめちゃくちゃ厄介。耐久ないけど攻撃を受ければ相手の気力を減らしてくれるんで、実質コンボカットの性能もあるし、何よりぶっ壊れの範囲特殊。カウントを付与して、振り属性も無効にして、そのままライジングラッシュとか救急加圧で落としきるっていう動きもできるし、落としきったら落としきったで、相手にデバフを与えたりとか、救急加圧で気力減らしたりとか、かつこいつ落ちバフあるんで、やりたい放題みたいな。耐久以外は全て持ってますよみたいな、そういうキャラクターになってますね。で、大猿ベジータ。大猿ベジータはサイヤ人パーティーとかすごい今使われてるんですけど、やっぱりね、安定してアーツを1枚ドローしてくれるっていうのも強いし、そもそも範囲特殊やし、強いよね。不死身やし。さらにサイヤ人パーティーをうっとしくした元凶なんじゃないかなとは思ってるんやけど、第3位ぐらいかなって思います。で、第4位の変身傍若。変身傍若も硬いし、変身したら火力そこそこ出るし、で、何よりライジングの際の待機カウント5カウント短縮。それがね、今の環境結構強いのかなと思ってて、一番強いのはやっぱり覚醒アーツよね。これがもうとにかく強い。よだめ 150% ぐらい乗るんで、大体の敵7割ぐらい削れてしまうっていう。とにかくそれですよ。で、仕事はそれだけじゃなくて、普通に味方落ちてれば泥速ついて殴れるし、体力回復もあるし、防御タイプなんでそもそも硬いんでね。相当強いキャラクターの一つなんじゃないかなって思います。で、第5位の、覚醒ゴジータ。5位悩んだんすよね。ただ探すと、いないんすよ。他に強いキャラクターが特にね。だから、さすがにゴジータでいいかなっていう。まだまだ強いと思いますね。打撃カウンターもあるし、ドロ速もあるし、ソウルパニッシャーの気絶もあるし、射撃アーマーの救急ガーツもあるんで、シンプルに強いと思います。何回ソウルパニッシャーの気絶で泣かされたことか嫌になりますね。ということで、レッド属性でした。お次はイエロー属性見ていきましょう。こちら。はい。イエロー属性になります。第1位が赤腕ご飯。第2位がキラベジ。第3位が覚醒変身ピッコロ。第4位がゴジータブルー。第5位がスーパーウーブになります。第5位のスーパーウーブからいきましょうかね。スーパーウーブはシンプルに大皿ベジータみたいな強さがある。範囲特殊もある。泥速2段階アップもある。特殊カバチャン無効もある。強いよね。で、範囲特殊がね、他のキャラクターと違って発生がめちゃくちゃ早いんですよ。ためがないというか。だから、結構当たるね。ワンチャン中距離でぶっ破しても結構当たっちゃうんで、俺。反射神経悪いから。そういうことを考えると、他のキャラクターにはない範囲特殊の強みっていうのは持ってるし、十分トップ5には食い込んでくるのかなって
思います。で、第4位、ゴジータブルー。ゴジータブルーに関しても、やっぱ強いよ。いろいろ言われてはいるんですよね。ユニークフラグメント追加してくれとか、キラベジに居場所を奪われたとか、結構言われるんやけど、結局、劇場版パーティーの黄色枠って、同じ凸ならクズ野郎よりゴジータブルー選ぶでしょ。何より特殊カバチェン向こうが、今の環境結構強いし、特殊カバチェン増えすぎやからね。で、プラス強打な敵特攻。これもね、めちゃくちゃ刺さるんですよ。例えば未来パーティーの緑枠、ザマスと悟空ブラックのアシストであったりとか、カマロゼであったりとか、意外とね、強打な敵に刺さるんですよね。で、救急ガーツも超特大ダメージなんで、余裕ぐらいはあるんじゃないかなって思います。で、第3位の変身ピッコロ。変身ピッコロはもう時止めの数も多いし、バニシングも回復するし、手札破棄もあるし、序盤クソ硬いくせに後半クソ火力あるし結構ね、変身ピッコロいるから再生パーティーが今の環境戦えてんじゃねえかなって思うぐらい、めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。で、第2位のキラベジ。キラベジは文句なしです。特に弱いところが本当に見当たらない。火力めちゃくちゃ取れるし、相手が逃げたらアーツ引くし、使いやすい特殊アーツもあるし、フリ属性向こうの必殺アーツもあるし、不死身向こうの究極アーツもあるんで、で、射撃カバチェンもあんのか。で、カバチェンワンチャン成功すれば、そのまま必殺につなげることもできるんで、ほんまに強いと思います。ゴジータブルーよりは強いね。多分。俺の好みになってくるのかなっていう。その辺はね、個人差があると思うんやけど、キラベジはお手軽に火力も取れるし、コンボも取れるし、非常に使いやすくて強力なキャラクターなんじゃないかなって思います。で、それをも超える第1位、石腕ご飯。いつまで強いんだと。結構昔よね、実装されたの。何が強いかって全部強いんだよな。火力もさ、出るやん。2回場に出すだけで 90% アップでしょ。で、やっぱカバチェンなんだよな。射撃カバチェンに合わせればコンボカットできるし、そもそも打撃とか必殺圧に出しても手札2枚破壊できるから、そのままコンボを終わらせることもできるし、で、最近、いや昔から思っとったけど、属性相性振り向こう強すぎじゃねこいつ。味方が落ちてると、30カウントぐらいやったっけ、もうちょい短いか。振り属性向こうがつくんやけど、合計2回ぐらいつくんですよね。で、それに、ドロ速アップもつくし、究極アーツとか必殺アーツに、アーツ封印もあるから、持ちすぎやろっていう強い能力を。ほんまに、どのパーティーのリーダー枠においても強いんじゃねって個人的には思うんやけど、それぐらい強力なキャラクターですよね。石腕ご飯。堂々の第1位になります。ということで、お次はグリーン属性見ていきましょう。こちら。はい、グリーン属性になります。1位がゴジータ4、2位がマタナ悟空、第3位がザマス&悟空ブラック、第4位が変身ブラック、第5位がブロリーになります。新キャラクター2体入ってますね。じゃあまず第5位のブロリーから。ブロリーに関しては結構能力はシンプルなんやけど、シンプルがゆえに怖いというか、こいつ結構使ったんですよね。僕劇場版パーティーよく使ってるんで、緑枠にブロリーを採用して使ってるんやけど、試合中盤後半の火力がほんまにやばい。知らん間にみたいな。相手が打撃とか射撃を打つたんびに火力が上がっていくんですよ。しかも消去不可、カウントもなし。上限 60% やけど、それだけでやばいやん。ただ場に出るとよだめ 80% 上がるし、でメインアビリティで特殊カバチェン向こうもあるし、必殺アーツ場に出るだけでドローしてくれるし、で何より打撃アーツにドロ速がついてるんですよね。だから打撃アーツでワンコンボ、決めれば、ステコンなり、ブーストを使えばもう1枚呼んでくるんで確定で、でそこでさらにまた打撃やったらまた引くんすよね。
この打撃アーツのドロソクがもう地味にめちゃくちゃ強い。で、必殺アーツも射撃アーマーついてるし、まあシンプルがゆえに評価されるべきキャラクターなんじゃないかなって個人的には思いますね。で、第4位の悟空ブラック。いつまで強いんだって感じよね、ほんまに。で、3位と4位の順番はちょっと悩んだんやけど、個人的には、ザマスブラックの方が強いから強いと思ってるんで、4位に悟空ブラックを置いたっていう感じなんやけど、今でも強いね。結局根血サイヤ人も多いし、根血特攻を持ってるっていうのは非常に優秀なことやし、メインとか特殊アーツでアーツをドローしてくれるんで、ボールの回収率もすごく高いし、なんなんだこいつは出す時期間違えたんじゃねっていう。今出しても強いよねっていう感覚になるぐらい、現役が長いキャラクターではあんのかなって思います。で、第3位のザマスブラック。そんな悟空ブラックを差し置いてザマスブラックを第3位に置いたんやけど、いろいろできるキャラクターなんですよね。こいつって特殊アーツでバニシング奪ったり、メインで必殺読んだり、必殺アーツにドラゴンボール破壊がついたり、そもそも試合序盤から中盤にかけてめちゃくちゃ硬いキャラクターやし、とにかく強いと思います。いろんなことをできるっていうだけで、そのパーティーに貢献できるんですよね。ちょっとそろそろやばいから必殺アーツでドラゴンボール破壊しとこうちょいみたいなこともできるんで、とにかく今の未来の緑枠はこいつでいいんじゃないかなって思うんやけど、多分ここは好みでしょうね。未来の緑枠に関しては。僕はこっちの方が強いと思う。いろいろできるから。っていう感じかな。はい。で、第2位のマタナ。こいつもう殿堂入りでしょ。これトップ5から外れることあんのかっていうぐらい強いね。射撃カウンター、属性相性振り向こう、救出、泥速。持ってないのなんだっていうキャラチェンで気力も回復するからコンボ取りやすいし、めちゃくちゃ硬いし、やばいよね。なくてはならないパーティーがあるっていうのも間違いないよね。サイヤ人パーティーとか、孫一族パーティーとか、そのパーティーの、絶対的エースみたいな存在やから、落ちることはないんじゃないかな。多分。で、第1位のゴジータ4。ゴジータ4はユニークフラグメントでめちゃくちゃ強化されたキャラクターで一気に順位を駆け上ったっていう、そういう形ですね。やっぱね、復活阻害でドラゴンボール4つ回収するっていうのが超強いよね。ワンチャン、相手のパーティーにゴジータ4いれば、復活出したくないって思えるもんな。それぐらいやっぱ圧力があるキャラクターになってますよね。で、そもそも火力も高いし、ユニークフラグメントでさらに上がって、防御力も耐久も手に入れて、で、メインで振り属性向こうもあって、射撃アーマーもあって、手札吐きで特殊カバチェン向こうもあって、わりかしやりたい放題のキャラクターに昇格したんじゃないかなっていう。これが本来のゴジータ4だって言わんばかりの活躍を今見してるんで、緑枠の第1位はこいつで文句なしなんじゃないかなって思います。ということでグリーン属性でした。お次はブルー属性見ていきましょう。こちら。はい。ブルー属性になります。第1位がバカ野郎、第2位がホープソード、第3位がブー、第4位がベジットブルー、第5位がリミテッドのブロリーになります。はい。ここはね、分かれそうやね。コメント欄で。荒れそう。第5位がブロリー。理由が、やっぱり早期決着しやすいっていうのが今の環境結構強くて、だらだら長いやん。試合、復活、不死身、どんだけおんねんっていう形やし、そういうパーティーが多い環境だと、やっぱブロリーが結構重宝するんですよね。射撃アーマーで無理やり攻めたりとか、必殺アーツの気絶でワンチャン作ったりとか、救急加圧の強制交代でさらにドロ速上げたり、バニシング回復したり、体力回復したりしてガンガン攻めていけるキャラクターなんで、ほんまに攻めに特化したキャラクターなのかなって思います。試合序盤とかはあんまり火力は出しづらいんやけど、
まあそれもね、スーパーサイヤ人パーティーとかで補ってあげれば何も文句はないんで、超強いキャラクターだと思います。で、第4位、ベジットブルー。まだトップ5には入ってると思います。結局、未来パーティーの青枠はホープソードに取られたとは思うんやけど、ホープソード持ってなければ全然ベジットブルーでいいんじゃねって思いません？僕はそう思うんですよね。何よりね、2周年のキャラクターなんですよね、こいつ。それでも、今なお前線に立てる性能をしてるというか、やっぱね、打撃ドローが強いわ。ドラゴンボールも回収できるし、手札破棄効かんし、交代禁止の必殺圧もあるし、超特大の救急圧もあるし、射撃アーマーもあるし、わりかしやりたい放題やってるよね。で、特殊圧でバフ消しもあるでしょ。まあ今の環境でも全然戦っていける性能なのが、さすがだなっていう感じかな。で、第3位の魔人ブー。場に出るだけで、よだめ 90% アップ。破格ですよ。なんじゃそらっていう感じよね。で、一人で試合を壊す性能を持ってるんですよね。バニッシング回復の回復速度がめちゃくちゃ速いし、特殊圧で回復もできるし、いつまで経っても魔人ブーが控えに戻らんっていうシチュエーションあるでしょ。それがこいつの強さなんですよ。別に控えに戻らなくても、バニッシングをいくら使ってもすぐ回復するし、なんなら特殊圧使うためにドロ速上がるから、そこでステコンしてさらにバニッシング回復して、またなんていうの、火力つなげていくっていう動きができるんで、とにかく相手にしたくないキャラクターには入るよね。それぐらい強いキャラクターだと思います。で、第2位。我らがフェスティバルのリミテッドキャラ、ホープソードトランクスになります。1位じゃないんですよね。個人的には。まあ、ここは評価が分かれるところだと思います。はい。まあ、2位にした理由が、ユニークゲージ貯めんのあれじゃねっていう。それ。ユニークゲージ貯めるのが、わりかし、なんていうんかな、後天的というか、攻撃を受けたり特殊圧を使わないとたまんないんですよね。だから突ありきの性能ではあるんやけど、まあ貫突として考えてるからそこは全く問題ないんやけど、やっぱね、なんか受けてから攻めにつなげるっていうのが、個人的にはそこまでポジティブに考えられないっていうせいかな。自分から自発的にこう火力を取りに行けるし、ユニークゲージもバンバン溜まるしみたいな感じやったら、まあ文句なしの1位なのかなとは思うんやけど、まあでも、そんな差はないけどね。1位と2位はトップ5やからね、各色の全キャラ中で。まあだから、1位じゃなくても強いっていうのは間違いないんやけど、ユニークゲージかな、強いんやけどな強いんやけどな。まあそれ以外はぶっ壊れよね、間違いなく。よだめも上がるし簡単に。で、打撃に出血ついてるし、強出血で、特殊でアーツドローもあるし、救急ガーツ超特大ダメージやし、不死身持ってるし、まあ、そう考えるとクソ強いんやけど、やっぱユニークゲージ貯めるときに受けないといけないっていうのがね、ちょっと個人的には、あんまり好ましくない能力なのかなとは思います。個人的な意見ですね。はい。で、第1位、バカ野郎悟空。バカ野郎悟空に関しては、それこそホープソードトランクスとは逆で、変身して殴るだけ。で、覚醒してるんで、覚醒プラス変身キャラクターってステータスエグいんですよね。だから射撃3枚で相手解けるし、カウンター必殺決まればもう9割ぐらい持っていくし、強制交代も特殊圧であるし、攻めづらいよね、バカ野郎が遠くにいると。まあ、それだけでも時間稼げるっていう点ですごく強いと思うんで、まあ1位と2位は正直悩んだんですけどね。正直悩んだんやけど、まあ個人的なランキングは、まあ1位バカ野郎かなっていう感じですかね。はい。ということで、ブルー属性でした。最後、パープル見ていきましょう。こちら。パープル属性になります。第1位が悟空&ベジータ。
第2位が復活ご飯、第3位がカマロゼ、第4位がパーフェクトセル、第5位が覚醒合体ザマスという形になります。パープルはすんなり決まりました。ブルーより。ということで第5位から見ていきましょう。合体ザマス。合体ザマスは、覚醒が早すぎたキャラクターの一人に入るよね。やっぱり。そもそも覚醒する前からなんか地道に使われてなかった。そんな当たるキャラクターではなかったけど、そこまで当たらんキャラクターでもなかったような、イメージがあるんですよね。それには理由があって、結構硬いし、試合終盤火力出るし、で、特殊発で気力奪えるから、わりかし厄介な性能をしてるんですが、それが覚醒となったから、それは強いよねっていう、お話かな。で、打撃カオチェンもあるし、とにかく硬いよね。覚醒したことによってステータスががっつり上がったんで、めちゃくちゃ硬くて、試合終盤中盤、めちゃくちゃ火力も取れるキャラクターになって、特殊発で気力減少もあるし、時と場合によって救急加圧の火力がとんでもないことになるんで、5位にはトップ5には入るかなと思います。で、第4位のパーフェクトセル。パーフェクトセルも、落ちぶれてきたのかなっていう、なんか実装当時のぶっ壊れ感はないのかなとは思うんやけど、それでも普通に復活阻害優秀やし、ユニークゲージ貯めてさえしまえば、火力めちゃくちゃ取れるし、今月に特攻持ってるし、今の環境悪くないのかなとは思うかな。で、第3位のカマロゼ。カマロゼは今の環境超強いと思ってて、さらにね、やっぱホープソードとか追加されて未来がテこ入れ入ったでしょ。で、今の環境さ、カマロゼ、ホープ、石腕、この並びめちゃくちゃ強いと思わへん相手の不死身はカマロゼで貫通できるし、ライジングは不死身で受けれるし、コンボカット石腕に任せればいいし、超強いと思うんですよね。で、それも未来パーティー使ってる人は全員気づいてると思うんで、カマロゼはね、ほんまに優秀なキャラクターの一つなんじゃないかなって思います。打撃アーツでドラゴンボールハケもあるんでね、運良ければポンポンと破壊してくれると結構な遅延になるんで、時間稼ぎもできるということで、間違いなくトップ5には入ってくるかなっていう感じかな。で、第2位の復活ご飯。個人的にはね、1位と2位は別に迷わなかったですね。すんなり復活ご飯を下げて2位にしました。その理由がやっぱり復活阻害が増えすぎ。復活キャラクターを出すことによってデメリットになってしまうんじゃないかっていう場合がね、多々あるんですよ。特にゴジータ4とか、最近追加された悟空&ベジータとか、ホープソードトランクスはそこまでやけど、キラベジとかさ、今環境めっちゃいるでしょ。だから出すことによってデメリットになりかねないキャラクターになっちゃったって考えると、復活阻害すげえなって。俺は落ちるとは思わなかったんで、復活ご飯が。それでもやっぱり復活阻害ないパーティーだとぶっ刺さるけどね。ライジング受けれるし、味方の体力も回復できるし、復活したら復活したで範囲特殊あるし、めちゃくちゃ威力の高い必殺技もあるんで、強いのは間違いないんやけど、やっぱり復活阻害のここまで出てくるとは思わなかったんで、2位でも十分かなっていう感じかな。で、第1位、悟空&ベジータ。もうあれよ、すんなり1位は決まりましたよ。悟空ベジータ。クソ強いよね。まず、1体のキャラクターで2色殴れるっていう点でもうやばいよね。思いません？パープル染めのパーティー組んで動画上げたんですよ。全部パープル。で、悟空&ベジータに全開アビリティを5つ乗っけるっていう動画を撮ったんやけど、その時感じましたもんね。黄色が敵じゃないっていう。紫6体ですよ。本来黄色出されたらめちゃくちゃきついはずなのに、黄色殴れちゃうっていうね、有利属性で。で、ベジータに変えると、黄色が得意で緑が不利になるんですよ。単純なレッド属性っていうわけじゃなくて反転なんで、ただ紫を強気に出しちゃうと悟空に変えられて
パワープル属性で有利属性取られて殴られちゃうっていうことも起きるんで、まあやっぱ属性反転クソ強いなこれからどんどん出てくるんじゃないかなって思うとちょっと怖くはあるんやけど、まあそれがやっぱり唯一無二の強さなのかなとは思いますね。で、体力回復しすぎっていう問題もあるよね。チェンジすればするほど 15%、15% ってどんどん回復していくし、打撃射撃使うだけでも体力 3% 回復するし、で、悟空からベジータに変えればドロ速アップもつくし、打撃カバチェンも射撃カバチェンもあるし、時止めに使える特殊圧もあるし、で、悟空1回、ベジータ1回で必殺圧合計2枚引っ張ってくれるし、やべえぜこいつ弱いとこマジでないんじゃねっていう。で、復活とかも持ってるでしょ。ドラゴンボール2つ壊して2つ獲得でしょ。で、必殺圧に不死身無効もあるでしょ。持ってないのなんだっていう。逆にこいつ自身が受けキャラとしてまあ不死身とか復活とかはないけど火力も十分取れるし、いやクソ高い方っすよね。火力クソ高いし防御もそこそこ硬いし、マジで強いよ。さすがフェスティバルキャラクターっていう、印象は受けましたね。はい。ということで以上で5色紹介し終わったんですけど、いかがだったでしょうか。全部揃えると小高値。まあ賛否両論あるところは絶対あると思うんで、まあその辺コメント欄に書き込んでいただければ面白いかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。